はい、皆さん、こんにちは。今日は日本語のいろんな感謝の表現を勉強します。英語にも Thank you 以外に I'm grateful, I appreciate it, You are a lifesaver とかいろんな表現がありますよね。実は日本語にもたくさんあるんです。感謝を伝えることってどの言語でもすごく大事なことですよね。だから今日はありがとう以外に11個の表現を教えたいと思います。この動画を見たらもっとうまく感謝の気持ちが伝えられるようになるので最後まで見てもらえると嬉しいです。で、みんなが日本語のリスニングもできるように全部日本語で説明しますが英語の字幕もあるので必要な人は使ってください。はい、じゃあ一つ目。ありがたい。ありがたい。じゃあちょっと会話を見てください。なんか、たくさんいろんな人に出会えるのは本当に楽しい。本当に世界にはいろんな人がいるんだなって思うし、それこそミクと出会えたし、他にもいろんな日本語の先生だったり、日本語じゃなくても他の言語の先生とか、他の YouTuber さんとか、いろんなクリエイティブな仕事してる方にも出会えるから、それは本当にありがたい。はい、さやかは、それは本当にありがたいと言いました。このありがたいという言葉は日常生活でも結構よく使われます。でも誰かに直接言うときにあまり使いません。何か状況に対して使うことが多いです。自分の状況について I'm so grateful と言いたいときにありがたいですを使います。例えばこの会話でさやかはいろんなクリエイティブな仕事してる人にも出会えるからそれは本当にありがたいと言いましたね。こんな感じで I'm grateful for my situation, I'm grateful for something と言いたいときはよく日本人はありがたいと言います。あとは日本人はよく何々ことってありがたいと言います。例えばI'm grateful that we have electricity と言いたいときは電気があることってありがたいと言います。電気があること to have electricity ってありがたいと言います。So it's informal form plus ことってありがたいをありがたいです。例えばI'm grateful that I can eat food every day は何て言うと思いますか？毎日ご飯が食べられることってありがたい。毎日ご飯が食べられることってありがたいと言います。食べられるは可能形ですね。potential form。食べられることってありがたい。じゃあ例えば I'm grateful I have people who support me は何て言うと思いますか？ちょっと難しいかな？じゃあまず people who support me は何て言いますか？ It's 応援してくれる人。応援してくれる人。じゃあ I have people who support me は何て言いますか？応援してくれる人がいる。はい。あるじゃないですよ。人ですからいるです。じゃあI'm grateful that I have people who support me は何て言いますか？ It's 応援してくれる人がいることってありがたい。応援してくれる人がいることってありがたい。こんな風に状況について感謝の気持ちを表現するときはよくありがたいを使います。でも I'm grateful for you, I appreciate it って誰かに直接感謝の気持ちを伝えたいときは本当に感謝しています。本当に感謝してると言います。これが二つ目です。I'm grateful for someone と言いたいときは someone に感謝しています。感謝してると言います。例えば両親に感謝していますということができます。で、このいいなんですけど、丁寧に話すときも、カジュアルに話すときも、省略されることがよくあります。It gets omitted. はい。だから感謝してますとか、感謝してると日本人はよく言います。他には例えば、いつも支えてくれる友達に感謝していますと言ったりすることもあります。こんな風に、てくれる someone に感謝してますということもできます。例えば私が I'm grateful for you guys that always support me って言いたかったら
いつも応援してくれるみんなに感謝していますということができます。でも、I'm grateful that blah 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 とその後に何か言いたいときは、informal form plus ことに感謝していますと言います。例えば、みんなが応援してくれることに感謝していますと言ったりします。こんな風に I'm grateful to someone for doing something と言いたいときは、someone がてくれることに感謝していますと言います。例えば、I'm grateful to my mom for cooking dinner every day と言いたいときは何て言うと思いますか？お母さんが毎日晩ご飯を作ってくれることに感謝しています。お母さんが毎日晩ご飯を作ってくれることに感謝しています。お母さんに直接言いたかったら、いつも晩ご飯を作ってくれてありがとうとか、いつも晩ご飯を作ってくれることに感謝してると言います。あとはこの文型ではよく可能形を使います。例えば、I'm grateful that I can eat food every day は毎日ご飯が食べられることに感謝していますと言います。I'm grateful I am healthy は健康でいられることに感謝しています。例えば、I'm grateful I met you と言いたいときは、I'm grateful I could meet you と言います。これは何て言うかわかりますか？出会えたことに感謝していますとか、出会えたことに感謝してると言います。Okay, so how do you say, I'm grateful I have this job? So in Japanese, you would say, I'm grateful I can do this job. Okay, how do you think you can say that?この仕事ができることに感謝しています。この仕事ができることに感謝しています。OK、じゃあ3つ目。感謝してもしきれません。どれだけ感謝しても十分じゃないぐらい感謝しています。という意味です。はい。英語で言うと I can't thank you enough ですね。で、これは丁寧な言い方です。だから友達にはあまり言いません。OK、4つ目。感謝の気持ちでいっぱいです。これも丁寧に話しているときに使います。いっぱいっていうのは full という意味ですから、感謝の気持ちでいっぱいですっていうのは I'm full of gratitude という意味です。OK、じゃあ次。5つ目。のおかげで。のおかげで。これは皆さんよく知ってるかなと思います。thanks to という意味です。例えばみんなの日本語の先生に、先生のおかげで日本語が上達しました。本当に感謝しています。というと、すごく気持ちが伝わります。もちろん、先生ありがとうございました。だけでも気持ちは伝わりますが、のおかげでを使うことでもっと強く感謝の気持ちを伝えることができます。もっと強調したかったら、のは someone のおかげですということができます。例えば、日本語がこんなに上達したのは先生のおかげですとか、日本に来られたのは両親のおかげですということができます。私がみんなに言いたいのは、この仕事ができるのはみんなのおかげです。OK、6つ目。助かりました。助かった。You saved me とか You are a lifesaver という意味です。もっと強調したい場合は、本当に助かりました。ありがとうございました。というと、すごく気持ちが伝わります。で、誰かが何かをしてくれた後には、助かりました。助かった。と言いますが、これから誰かが何かをしてくれるときは、助かります。助かると言います。例えば、誰かが手伝いましょうかと言ってくれたときは、ありがとうございます。助かりますとか、ありがとう、助かると言います。で、手伝ってくれた後は、助かりました。ありがとうございましたと言います。OK、7個目。お世話になりました。お世話になりました。はい。これは聞いたことがあるかなと思います。Thank you for taking care of me という意味ですね。このフレーズは、長い間関わってきた人とか、長い間お世話になった人とお別れするときによく使います。例えば、学校を卒業するときに先生に言ったり、仕事を辞めるときに上司に言ったりします。例えば皆さんの場合は、ホームステイでお世話になった人にお世話になりましたということができます。あと、お世話になった人によく言うのが、いろいろありがとうございました。いろいろありがとう。
です。Thank you for everything とか Thank you for all your help という意味です。OK、じゃあ8個目。わざわざてくれてありがとう。わざわざてくれてありがとうっていうのは Thank you for going out of your way to ブラブラブラです。誰かがわざわざ何かをしてくれた時に使います。例えば風邪で仕事を休んだ時に同僚がわざわざ電話してくれた時にわざわざ電話してくれてありがとうということができます。例えば誰かがわざわざ家まで何かを持ってきてくれた時にわざわざ家まで持ってきてくれてありがとうということができます。Thank you for doing something はてくれてありがとうですよね。で、もうちょっと丁寧に言いたいときはてくださってありがとうございますと言います。例えば Thank you for going out of your way to come here と言いたいときはわざわざ来てくださってありがとうございますと言ったりします。でもカジュアルに言うときはわざわざありがとうとだけ言うこともあります。OK、9個目。すみません。すみません。はい、多分皆さんももう知ってると思うんですけど、日本人はThank you というときにすみませんということもよくあります。すみませんは皆さんも知ってるように sorry とか excuse me という意味もありますが、日本人は Thank you という意味でも使うことがあります。日本人は和を大切にして衝突を避けます。だからありがとうの代わりにすみませんということもよくあります。誰かが気を使ってくれて何かをしてくれたときに、気を使わせてしまってすみませんという意味で、すみませんっていうこともよくあります。はい。だから日本人がすみませんというとき、いつも謝ってるわけではないので、それも頭に入れておきましょう。はい。じゃあ10個目。気を使わなくてよかったのに、わざわざありがとう。You shouldn't have と言いたいときは、これを言うといいです。はい。この You shouldn't have っていうのは、よく誰かがお土産とかプレゼントをくれたときに言いますよね。日本語でも同じで、誰かが何かをくれたときとか持ってきてくれたときに、気を使わなくてよかったのにと言います。気を使うっていうのは to be considerate という意味です。だから気を使わなくてよかったのにっていうのは You didn't have to be so considerate of me という意味です。で、わざわざありがとうはさっきも言ったように Thank you for going out of your way という意味ですね。で、これは友達に使う言葉です。で、丁寧に You shouldn't have と言いたいときはわざわざすみません、ありがとうございますと言います。はい、さっきと同じで気を使わせてしまってすみませんという気持ちを伝えるためにわざわざすみませんと言います。OK、最後。あざす。あざす。はい、これはふざけてありがとうございますという時に使います。だから友達とか仲がいい先輩と話している時に使います。仕事では使わないでくださいね。ミク先生がビデオで教えてたので仕事であざすって言ったらクビになりましたとか言わないでくださいね。はい、だからカジュアルな表現です。はい。で、これはよく若い男の人が使う言葉ですが、女性もふざけて言うこともあります。だから海外の方がふざけてあざーすって言うとちょっと面白いと思います。一回ふざけて仲がいい日本人の友達に言ってみてください。OK。今日教えたのは話し言葉での感謝の伝え方です。書き言葉だともっといろんな表現の仕方があるんですけど、今回はそれは省きました。あと、もっと日本人の会話が聞きたい人や日本語のリスニングの練習がしたい人は、ぜひ私のポッドキャストも聞いてみてください。で、リスニングは得意だけど話すのが苦手な人とか、もっと日本語が話せるようになりたい人は、私のオーディオコースのサンプルオーディオも聞いてみてください。このオーディオコースではたくさんの文法が学べるだけじゃなくて、自分で日本語の文を作る練習もできるし、発音が良くなるシャドーイングの練習もできます。This is what people say about my course. Hi, my name is Andreas. I've been taking Miko's course for over a year now and I absolutely love it. I can listen to it while hiking, driving, cooking, etc. But more importantly, I think the content is really great. Miko covers a lot of grammar and shows how it's used in real life. What's also quite amazing is that Miko is kind of a mind reader. She kind of has a sixth sense for what students might be asking, what questions they might have.
and then she explains the vocabulary and the grammar in detail, so I never have to look up anything while listening to it. Of course, I'm also using other sources like books, apps, italki, etc. But I feel speaking-wise, Miko's course has helped me the most, so I can definitely recommend it. OK。もし興味があったら無料のサンプルオーディオを聞いてみてください。で、最後まで見てくれた皆さんに特別に5% オフのクーポンも提供します。The coupon code is MRJ Serious Students, all capital letters. OK。じゃあまた次の動画で会いましょう。見てくれてありがとうございました。またね。